はようございます。たかしです。本日は1月11日木曜日、ただいま9時19分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに一度無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やしの GMMA の青帯っていうのは上がったり下がったりという方向感のない動きをしております。ただし過去の動きを見ていると GMMA の青帯を上抜ければそこがサポートになり、そして下抜ければそれがレジスタンスになりという動きをしてきました。そしてここ直近では GMMA の青帯を再び上抜けてきましたので、昨日はその GMMA の青帯にサポートされての上昇になってきてます。ただ結構強く上昇してきたんですけれども、今ストキャスティクスはもうすでに高値圏にありますので、次はこのストキャスティクスの過熱感解消のための調整下落に本日明日ぐらいから入る可能性がありますので、その辺は注目ですね。ただ今ですね、ちょっと中途半端なところにありまして、この白い水平線、過去の高値の白の水平線を上抜けました。そして次のターゲット、わかりやすいターゲットっていうのがこの辺りですね。この黄色丸の次の水平線、186.771 というところになるんですが、次のその白い水平線を目指して上昇しているのかなと。ただそれまでにも抵抗体が結構ありますので、186.7 付近に到達せずに下落していくっていうことも考えられるんですが、最終的にはそのあたりまでは上昇していくと考えてます。つまり 186.8 付近までの上昇の今その途中経過として、ここで一旦調整の下落をしてから再上昇していくのかなという冷やし単位ではそんなイメージが持てます。では4時間足です。4時間足はちょうどこの緑のゾーンに突っ込んできましたね。ここはちょっと上値が重くなるところっていう風なお話をしておりました。ここもう少し抜けてしまえばよかったんですが、結局昨日抜けられずに上限から今反発してきてますので、本日はここを抜けられるかどうかに注目です。抜けてくると先ほど言っていた 186.8 付近まで上昇していくと考えておりますが、やはり日足のストキャスティクス高値圏、それから4時間足もそうですね。ストキャスティクスは高値圏、過去のこの高値圏からの下落っていうのはこの辺の下落ですよね。1月5日ぐらいからの下落になるんですが、今回もそれなりの下落をするかもしれない。例えばこの緑のゾーンの下限ぐらいまでの下落、そうなると 184.5 ぐらいっていうところまでの下落が考えられますし、もしかするとこの白の水平線ぐらいまで下落してくるかもしれませんので、そうなれば184円ぐらいまで下落してくるかもしれませんので、その辺の下落幅っていうのは見ておきたいですね。ただし日柄調整をしてくる場合ですね、今のケースは値幅調整の話なんですが、日柄調整をしてくると現在地付近で揉み合ってくるっていうことも考えられますので、その辺も注目です。どちらにしても本日はあまり値動きが出ないかもしれないですね。昨日かなり強く上げてきてますので、本日は調整の下落もしくは調整の動きをして、そこからもう一段上昇できるのかどうかっていうところを見ておきたいんですが、今夜は CPI を控えてますので、それに向けた分かりにくい動き、様子見の動きが本日は継続すると考えておりますので、本日はあまり動かない可能性、もちろん昨日の上昇を引き継いでまだ上昇する可能性はあるんですが、やはり基本的には CPI 待ちの動きと考えておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足この矢印です。これ昨日ブログに描いていた矢印そのまま残してあります。だいたいこのように動いてきてますよね。一旦押しが浅かったのでもう一段の押しを作るかなと思ってオレンジの水平線ぐらいまでの下落を考えていました。そこに来たら反発すると思っていたんですが、結局そこまで下落せずに、昨日は一昨日のこの上昇の流れを引き継いで小さく15分足でここ上昇トレンドを作ってるんですが、それで上昇してきたという形ですね。では本日ここからどう動くかなんですが、一旦は天井を打って調整の下落をするというふうに先ほど4時間足で言いましたので、一旦の下落は待ちたいですね。本日すでにもうちょっと下落が始まってますが、ここからの下落を待っておきたい。ただ基本的には今 GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中です。4時間も日足も上昇優位のところにある。その中で1時間4時間日足とストキャスティクスは高値圏にありますので、本日は調整の下落をするだろうというところですね。現在は上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていく押し目買いの方が安全です。ただそう考えると本日はその押し目買いをするトレードチャンスっていうのがないかもしれないですね。ストキャスティクスがこの過熱感を解消するぐらいまで下落していくと考えると、本日は調整の下落だけで終わる可能性もあります。どちらにしても先ほど言いましたように CPI もありますので、本日はトレードを控えていく方がいいんじゃないかと考えておりますが、もしトレードするのであればこの本日の調整の
の下落の流れを見ておくのがいいかもしれません。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも日足からですね、現在 GMMA の青帯をようやく上抜けてきたというところです。ただし、ストキャスティクスはすでに高値圏にありますので、やはり調整の下落を待ちたいんですね。そして直近のこの長い上髭陰線、このローソク足ですね、がありますが、このローソク足の先端をまだ超えられていないんですね。つまり、昨日は結構強く上昇してきたんですけども、それでも直近の高値を超えられなかったっていうのが現状です。ですので、やはり本日は一旦売られやすい、そういう試合にはなってきていると思います。日足のこのストキャスティクスの過熱感を解消するぐらいまでは、下落、もしくは横横の動き、調整の動きを待ちたいところですね。ただ基本的には今この GMMA の青帯を上抜けてきてますので、ここからもう一段上昇していくというイメージを持ってます。では4時間足です。4時間足は直近の戻り高値、この緑丸を超えて、そこから再度、再びこの高値を超えられるかどうか。先ほど言っていた長い上髭の陰線、日足での陰線っていうのがここですね。この山ですね。現在はここでダブルトップになって下落するのかなというようにも見えます。4時間足ストキャスティクス高値圏、日足も高値圏でしたので、ここからダブルトップになって下落してもおかしくないと思います。ただ、GMMA の青帯は上向きですので、基本的には今上昇トレンド中です。ですので、下がったところは買われやすい。そんな相場ですね。そう考えると本日、ポンド円と同じく、こちらも一旦の下落を待ちたい。下落してきたところからの次の上昇の流れですね。イメージとしてはこんな感じ。ここまで上昇するかどうかはわかりませんが、本日は一旦調整の下落を待って次の上昇の流れを見ておくのが安全です。では1時間足です。1時間足、こちらはエリオット波動をイメージしておりました。現在はそのエリオット波動5波が進行中ですね。昨日、一昨日からですね、一昨日上昇を始めて、そこから昨日それを引き継ぎながら上昇していったという形です。こちらにもブログに描いていた矢印を残しております。だいたい今そんな感じに動いてきてますよね。ではここからどう動くかなんですが、エリオット波動5波が現在は進行中ですので、この5波がどこで終わるのかっていうのを今は見ておきたいですね。当然今これ5波が終われば次修正波に入っていきますので、今5波目に入っているっていうことは、いつ天井を迎えて次の下落、修正波の下落に入ってもおかしくないというところはお忘れのないようにお願いします。ただ5波がどこまで続くかですね。まず現在は先ほど4時間足で言いましたようなダブルトップですね。直近高値146円っていうところを高値としたそこでのダブルトップをイメージしているんですが、今1時間足も4時間足も全部上昇トレンド中ですので、このまま上抜けてくるということも考えられますので、基本はここ、昨日の上昇とかを見ていただいてもわかりますが、買い足では上昇トレンドを作っているんですね。小さくジグザグと作ってますよね。なので15分足とか5分足ぐらいを見て、そこで GMMA の青帯に沿って上昇する。こういう感じですね。ここ、ちょうどこの3波のところがそんな感じですが、1時間足の3波はエリオット波動のこの青い帯に沿って上昇してますよね。そういう動き方を15分足とか5分足でしてますので、まずはそのトレンドに乗っていく。そしてそのトレンドを崩してくれば、このエリオット波動5波終了からの修正波に入っていく可能性を考えておきたいです。直近では先ほど言いましたように、まずはダブルトップをイメージしておく。ダブルトップ不成立で上昇していけば、15分足とか5分足の上昇トレンドに乗っていくっていうのがいいと思いますので、いつ天井を迎えるかわからない中ですので、あまり欲張ったトレードはしない方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。